私たちが当たり前のように感じている空間と時間。実は、この2つの概念が本当に存在するのか、それとも私たちの頭の中で作られた幻想なのか、この大きな謎に物理学者たちが挑んでいます。この動画を最後まで見ると、私たちが空間や時間について持っている常識が、実は間違っているかもしれないことがわかります。例えば、皆さんは空間というと、何もない空っぽの箱のようなものを想像するかもしれません。そして、その中に物を置いていくイメージを持つでしょう。しかし、現代の物理学では、そのような考え方が正しくないかもしれないと考えられています。では、なぜそう考えるようになったのでしょうか。その謎を解き明かすため、まずは歴史を遡って見ていきましょう。古代ギリシャの時代、人々は空間というものを、物と物との関係性として考えていました。例えば、三角形は3つの点の位置関係として定義され、現代のような座標系は必要ありませんでした。しかし、17世紀にフランスの数学者デカルトが、私たちがよく知っている XYZ 座標系を考案しました。これにより、空間を数学的に扱うことができるようになり、物理学は大きく発展しました。その後、アイザック・ニュートンは空間と時間は物とは独立して存在する絶対的なものだと主張しました。例えるなら、空間は舞台、その上で物体が踊るというイメージです。しかし、このニュートンの考えに異を唱えた人物がいました。それが、ライプニッツです。彼は、空間は物体同士の関係性から生まれるものだと考えました。さらに時代が進み、アインシュタインが相対性理論を発表します。これにより、空間と時間は別々のものではなく、時空として一体であることが分かりました。例えば、物体が動くと時間の進み方が変わったり、重い天体の近くでは空間が歪んだりすることが明らかになりました。しかし、相対性理論でさえも、極めて小さなスケールでは破綻してしまいます。プランク長さと呼ばれる約10の-35乗メートルより小さな距離では、空間の概念自体が意味を持たなくなってしまうのです。これは、私たちの日常感覚では理解が難しい話かもしれません。身近な例で考えてみましょう。例えば、スマートフォンの画面に表示される地図アプリを想像してください。地図上では、建物や道路が2次元の平面に表示されています。しかし、実際の世界は3次元です。つまり、私たちが見ている地図は、現実世界を私たちが理解しやすいように単純化して表現したものなのです。同じように、私たちが空間や時間として認識しているものも、もっと複雑な何かを人間の脳が理解しやすいように変換して認識しているのかもしれません。現代の物理学者たちは様々な理論を提案しています。例えば、ループ量子重力理論では、空間はとても小さな量子から作られていると考えます。これは、デジタル写真が小さな点、ピクセルの集まりでできているのに似ています。また、ホログラフィック原理という考え方もあります。これは、私たちの住む3次元の世界が、実は2次元の情報から作られているという理論です。これは、3D 映画が平面のスクリーンに投影されているのに、私たちには立体的に見えるのと似ています。さらに興味深いのは、空間と時間が私たちの意識の中でのみ存在する可能性があるという考えです。これは、色の認識に似ています。実際には光の波長の違いでしかないものを、私たちの脳が赤や青として認識しているように、空間や時間も私たちの脳が作り出した認識かもしれないのです。このような考えは、私たちの日常感覚とはかけ離れているかもしれません。しかし、科学の歴史を振り返ると、地球が平らである、太陽が地球の周りを回っているといった、かつては当たり前だと思われていた常識が、実は間違いだったということが何度もありました。現代の物理学は、私たちの空間と時間についての常識も、同じように見直す必要があることを示唆しています。特に注目すべきは、量子力学の実験結果です。量子もつれという現象では、離れた場所にある2つの粒子が瞬時に影響し合います。これは、私たちが考える空間の概念では説明できない現象です。また、ブラックホールの研究からも興味深い示唆が得られています。ブラックホールの中心では、私たちが知っている物理法則が全て破綻し、空間と時間の概念さえも意味を失うと考えられています。さらに、
宇宙の始まりであるビッグバンの瞬間についても、従来の空間と時間の概念では説明できません。なぜなら、ビッグバン以前には時間も空間も存在しなかったと考えられるからです。これらの謎を解くため、物理学者たちは新しい理論の構築を進めています。例えば、超弦理論では、すべての物質や力が、極めて小さな弦の振動から生まれると考えます。この理論では、私たちが知っている3次元の空間以外に、さらに6次元か7次元の空間が存在すると予測しています。しかし、これらの新しい理論にも課題があります。例えば、これらの理論を実験で確かめることが極めて困難だという問題があります。現在の技術では、プランク長さほどの極小の世界を直接観測することができないのです。ここで、もう一度ライプニッツの考えに戻ってみましょう。彼は、空間は物体同士の関係性から生まれると考えました。これを現代の言葉で言い換えると、例えば SNS のようなネットワークをイメージするとわかりやすいかもしれません。SNS では、ユーザー同士のつながりが関係性を作り出します。この関係性は物理的な距離とは無関係です。地球の反対側の人とも瞬時につながることができます。これは、ある意味で量子もつれに似ています。また、私たちの脳による空間認識についても考えてみる必要があります。私たちは目で見た情報をもとに、3次元の世界を認識していますが、実際には網膜に映る像は2次元です。つまり、3次元の世界は脳が作り出した解釈なのです。これは、バーチャルリアリティ VR 技術と似ています。VR ゴーグルを通して見る世界は実際には存在しませんが、私たちの脳はそれを現実の空間として認識します。同じように、私たちが現実だと思っている空間も、より深い実在の投影かもしれないのです。時間についても同様です。私たちは時間が一方向に流れていると感じていますが、これも脳の解釈かもしれません。実際、量子力学の数式には時間の向きの区別がありません。過去から未来への時間の流れは、私たちの意識が作り出している可能性があるのです。このように考えると、空間と時間は絶対的な実在ではなく、より深い何かから創発している可能性が高いと言えます。創発とは、単純な要素が集まって、より複雑な性質が生まれることを指します。例えば、水の分子は個々には湿り気を持っていませんが、多数の分子が集まると湿り気という性質が創発します。同じように、空間と時間も、もっと基本的な何かから創発している可能性があるのです。このような考えは、哲学的な意味も持っています。もし空間と時間が私たちの意識の産物だとすれば、実在とは何なのか、現実とは何なのかという根本的な問いに、新しい視点をもたらすことになります。現代物理学が示唆する空間と時間の新しい理解について、もう少し詳しく見ていきましょう。まず、量子力学の不確定性原理について考えてみましょう。この原理によると、粒子の位置と運動量を同時に正確に測定することはできません。これは単なる測定の限界ではなく、自然界の根本的な性質です。つまり、極めて小さなスケールでは、位置という概念自体が曖昧になるのです。これを日常生活で例えるなら地図アプリで自分の現在地を確認するときのように、ある程度の不確かさは避けられないということです。ただし、量子の世界ではその不確かさが、私たちの想像をはるかに超えるものになります。また、アインシュタインの一般相対性理論は、重力を空間の歪みとして説明します。これは、私たちが住む宇宙が固定された容器ではなく、柔軟に形を変える動的なシステムであることを示しています。この考えは、宇宙の膨張という観測事実とも整合します。宇宙は今も刻々と膨張を続けていますが、これは空間そのものが広がっているのであって、単に物体が遠ざかっているわけではありません。さらに興味深いのは、量子もつれの実験で明らかになった局所性の破れです。これは、離れた場所にある粒子が瞬時に影響し合うという現象です。アインシュタインはこれを不気味な遠隔作用と呼び、量子力学の不完全性を示すものだと考えました。しかし、その後の実験で量子もつれの存在は確実に証明されました。これは、私たちの空間的な距離という概念が、実は完全な幻想かもしれないことを示唆しています。量子もつれの実験結果は、物理学者のジョン・ウィーラーが提唱した、それ、
からビットという考え方とも結びつきます。この考えによれば、物理的な実在それは、究極的には情報、ビットから成り立っているのかもしれません。これは現代のデジタル社会を考えると、意外と理解しやすい考え方かもしれません。例えば、スマートフォンの中には物理的な写真は存在せず、デジタルデータとして保存されています。同じように、私たちの現実も、より根源的な情報から構成されている可能性があるのです。さらに、これらの研究は技術的な応用の可能性も秘めています。現在、最先端の物理学研究は、空間と時間の本質に関する新たな発見を続けています。2023年の研究では、量子重力理論の新しい可能性が示唆され、空間の最小単位に関する従来の考え方を覆す結果が得られました。特に注目すべきは、ホログラフィック原理の発展です。この理論は、私たちの3次元世界の情報が、2次元の境界面に記録されているという考え方です。これは、銀行のクレジットカードに記録された 3D 情報のように、より低次元の世界に高次元の情報を詰め込むことができるという考えに基づいています。この考え方は、ブラックホールの研究から生まれました。ブラックホールの中の情報量は、その表面積に比例するという発見が、私たちの住む宇宙全体にも当てはまる可能性が指摘されているのです。また、時間の本質についても新しい理解が進んでいます。物理学者のカルロ・ロベッティは、時間は基本的な物理法則には存在せず、物事の変化の関係性から生まれる創発的な性質だと主張しています。これは、例えば温度のような概念に似ています。温度は分子の運動エネルギーの平均として現れる性質であり、個々の分子には温度という性質はありません。同じように、時間も物事の変化の関係性から生まれる見かけの性質かもしれないのです。さらに、物理学者のエドワード・イッテンは、私たちの宇宙が11次元の理論、M 理論で説明できる可能性を提案しています。この理論では、私たちが経験する3次元の空間は、より高次元の世界の影のようなものだと考えられています。これらの理論は、まだ実験的な証明には至っていません。しかし、理論物理学の分野では、空間と時間が基本的な実在ではなく、より深い何かから生まれる派生的な性質である可能性が真剣に検討されています。最近の研究では、人工知能 AI を使って、これらの理論を検証する試みも始まっています。AI は膨大な物理データを分析し、人間には気づきにくいパターンを見つけ出すことができます。これにより、空間と時間の本質に関する新しい洞察が得られる可能性があります。量子コンピュータの研究も、空間と時間の本質に関する理解を深めることに貢献しています。量子コンピュータは、通常のコンピュータとは全く異なる原理で動作し、空間と時間の概念を超えた量子の世界の性質を利用します。このような最新の物理学の発見は、私たちの宇宙観を大きく変えつつあります。特に、物理学者スティーブン・ホーキングが提唱した創造の時間という概念は、時間の本質について新しい視点を提供しています。ホーキングによれば、宇宙の始まりであるビッグバンの瞬間では、時間と空間の区別がなくなります。この考えは、時間が私たちが思っているような一方向の流れではない可能性を示唆しています。また、物理学者のリース・モーリンは、時間こそが物理学の最も基本的な要素であり、空間は時間から生まれるという時間優位説を提唱しています。この理論によれば、私たちが経験する3次元の空間は、時間の流れから派生する二次的な現象かもしれないのです。最新の研究では、宇宙の大規模構造にも興味深いパターンが発見されています。銀河や銀河団は、あたかも巨大な網目のような構造を形成しており、この構造は私たちが考える空間の性質に深い思想を与えています。この宇宙の網構造は、ある意味でインターネットのネットワーク構造に似ています。両者とも、個々の要素、銀河やコンピュータが複雑なネットワークを形成し、そのネットワークを通じて情報や影響が伝播していきます。また、2024年の研究では、量子も連れの新しい性質が発見されました。この発見は、空間的な距離を超えた量子的なつながりが私たちが考えているよりもはるかに普遍的な現象である可能性を示しています。これらの発見は私たちの住む宇宙が従来考えられていたよりもはるかに不思議で深遠な場所であることを示しています。
空間と時間は私たちの日常感覚では理解できない方法で結びついており、さらに深い実在の表面的な現れに過ぎないのかもしれません。物理学の新しい理論は、私たちの常識が必ずしも真実ではないことを教えてくれます。しかし同時に、これらの理論は、宇宙の神秘に対する人類の理解が着実に深まっていることも示しています。このような宇宙の探求は、私たちに新たな疑問も投げかけています。例えば、もし空間と時間が実在しないとすれば、私たちの意識はどのように現実を体験しているのでしょうか。最新の脳科学研究によると、私たちの脳は常に予測を行いながら現実を理解していると言います。目の前の世界をそのまま見ているつもりでも、実は脳が過去の経験をもとに作り上げたモデルを見ているのです。この考えは、量子力学の観測問題とも関連しています。量子の世界では、観測する前の粒子は確率的な状態にあり、観測することで初めて特定の状態が実在化します。これは私たちの意識による現実の認識過程と不思議な類似性を持っています。2024年、物理学者たちは意識と量子の関係についての新しい実験を開始しました。この実験では、人間の意識的な観測が量子状態にどのような影響を与えるのかを詳しく調べています。もしかすると、私たちの意識は単なる現実の観察者ではなく、より積極的に現実を創造する役割を果たしているのかもしれません。それは、古代の哲学者たちが直感的に理解していたことが、現代の科学によって裏付けられようとしているということかもしれません。私たちの意識と実在の関係について、さらに興味深い発見がありました。2024年の終わりに発表された研究では、人間の脳が時間を認識する仕組みについて、新たな知見が得られました。私たちは普段、時間が均一に流れていると感じています。しかし実際には、脳は出来事と出来事の間の変化を検出し、それを時間の流れとして解釈しているのです。例えば、退屈な時間は遅く感じ、楽しい時間は早く感じるという経験は、この仕組みによって説明することができます。また、夢の中での時間の感覚も不思議です。数分の夢の中で、何時間もの出来事を体験したように感じることがあります。これは、脳が作り出す時間の感覚が、物理的な時間の流れとは独立している証拠かもしれません。宇宙物理学者のマックス・テクマークは、数学的な構造こそが究極の実在であり、私たちが経験する空間、時間、物質はすべて、その数学的構造の影なのではないかと提案しています。この考えは、プラトンのイデア論を現代物理学の言葉で表現したものとも言えます。さらに注目すべきは、2025年初頭に開始された大規模な実験プロジェクトです。この実験では、最新の量子センサーを使用して、プランクスケールに近い極小の世界での空間と、時間の振る舞いを観測しようとしています。この実験では、特殊な量子干渉計を使用します。これは、極めて小さなスケールでの空間の歪みを検出できる装置です。人類がここまで小さなスケールを観測できるようになったのは、史上初めてのことです。この実験が成功すれば、私たちの宇宙観は大きく変わる可能性があります。例えば、空間がデジタル的な粒で構成されているのか、それとも完全に連続的なものなのかという、長年の謎に答えが出るかもしれません。また、この実験結果は、量子コンピュータの開発にも大きな影響を与えると予想されています。空間と時間の本質を理解することで、より効率的な量子計算が可能になるかもしれないのです。一方で、この研究には批判的な声もあります。そもそも、プランクスケールでの現象を観測するという行為自体が、私たちの観測、という概念を超えているのではないか、という指摘です。これは重要な指摘です。なぜなら、私たちの観測という行為自体が、空間と時間という枠組みの中でしか理解できないからです。その枠組み自体を観測しようとすることは、魚が水の存在を認識しようとするようなものかもしれません。しかし、だからこそ私たちは、常識や既存の概念にとらわれない、新しい思考方法を必要としているのです。現代物理学は、私たちに考え方の革命を求めているのかもしれません。このような革新的な実験と並行して、理論物理学の分野でも新しい発見が続いています。2025年初頭には、空間の量子化に関する画期的な理論が発表されました。
この理論によると、空間は私たちが想像するような連続的なものではなく、極めて小さな空間の粒から構成されている可能性があります。これは、ちょうどデジタル画像がピクセルという小さな点から構成されているのに似ています。しかし、この空間の粒は、普通の粒子とは全く異なる性質を持っています。それらは位置や大きさを持たず、むしろ関係性そのものとして存在すると考えられています。さらに興味深いことに、これらの空間の粒は、私たちの認識を超えた方法で互いにつながっているようです。このつながりは、量子もそれに似た性質を持っていますが、それ以上に不思議な特徴があります。例えば、ある空間の粒の状態を変化させると、それに応じて他のすべての粒も瞬時に変化します。これは、空間全体が一つの有機的なシステムとして機能していることを示唆しています。このような発見は、私たちの実在についての理解を根本から覆す可能性を秘めています。もしかすると、私たちが物質や空間として認識しているものは、より深い実在の表層的な現れに過ぎないのかもしれません。このような考えは、古代から存在する幻影としての世界という哲学的な洞察と驚くほど一致しています。古代インドの哲学者たちは、私たちが見ている世界はマーヤー、幻影であり、その背後により深い実在が存在すると考えていました。現代の物理学は、最新の実験技術と数学的な理論を用いて、この古代の直感が正しかった可能性を示唆しているのです。2025年の研究では、このより深い実在の性質について、いくつかの興味深い示唆が得られています。例えば、情報という概念が、物質や空間よりも根源的かもしれないという考えが注目を集めています。私たちの世界のすべての現象は、究極的には情報の流れとして理解できるかもしれないのです。この考えを理解するために、デジタルゲームの世界を例に考えてみましょう。ゲームの中のキャラクターにとって、その世界は実在として感じられるでしょう。しかし、その世界は実際にはコンピュータープログラムの中の情報の流れに過ぎません。同じように、私たちの現実も、より根源的な情報の流れから生まれている可能性があります。ただし、これは私たちの世界がシミュレーションだということを意味するわけではありません。むしろ、情報という概念自体が、物質や空間よりも基本的な実在かもしれないのです。最新の研究では、この情報が量子力学的な性質を持っていることが分かってきました。量子情報は、古典的な情報とは全く異なる振る舞いを示します。例えば、量子情報は同時に複数の状態を取ることができ、また離れた場所で瞬時に影響し合うことができます。この量子情報の特徴は、私たちの空間と時間の概念を超えています。これは、量子情報が空間と時間よりも根源的な実在である可能性を示唆しています。さらに興味深いことに、この量子情報はエンタングルメント、もつれという現象を示します。これは、二つの量子系が離れていても、一方の状態が変化すると瞬時に他方の状態も変化するという現象です。最新の研究では、このエンタングルメントが空間そのものの構造と深く関連している可能性が指摘されています。2025年に発表された理論では、空間そのものがエンタングルメントから創発している可能性が提案されています。つまり、空間的な距離は、量子情報のもつれの度合いを反映しているのかもしれません。この考えは、ワームホールの理論とも関連しています。ワームホールは空間を短絡させる通路のようなものですが、最新の研究では、これが量子エンタングルメントと本質的に同じものである可能性が示唆されています。また、時間についても新しい理解が進んでいます。従来、時間は一方向に流れる川のようなものと考えられてきました。しかし、量子力学の方程式には時間の向きの区別がありません。これは、私たちが感じている時間の流れが、より根源的な現象から生まれる二次的な性質である可能性を示唆しています。実際、最新の研究では、時間の流れが情報の増大と関連している可能性が指摘されています。この考えによれば、時間の矢、一方向性は、K の中の情報が増大する方向として理解することができます。これは、熱力学の第二法則、エントロピー増大の法則とも整合する考え方です。さらに、意識と時間の関係についても新しい理解が進んでいます。私たちの意識は、時間を流れとして経験しますが、
この経験は脳が作り出す構築物かもしれません。実際、深い瞑想状態や特殊な意識状態では、時間の感覚が大きく変化することが知られています。これは、時間の流れが私たちの意識の特定の状態に依存している可能性を示唆しています。2025年の研究では、人間の脳が時間を認識する仕組みについて、興味深い発見がありました。脳は実際には理算的な出来事を連続的な流れとして再構築しているのです。これは、映画のフィルムが静止画の連続から動きの錯覚を作り出すのに似ています。このような発見は、私たちの現実がいかに脳の構築物であるかを示しています。しかし、これは私たちの経験が錯覚だということを意味するわけではありません。むしろ、私たちの意識が現実の一側面を特定の方法で解釈しているということなのです。最新の実験では、この解釈の過程をより詳しく調べることが可能になってきました。例えば、特殊な装置を使って、人間の意識が空間と時間をどのように構築しているかを観察することができます。この研究によれば、私たちの脳は常に予測を行いながら現実を構築しています。目の前の世界がそのまま見えているように感じても、実は脳が過去の経験をもとに作り上げたモデルを見ているのです。これは、量子力学における観測の問題とも関連しています。量子の世界では、観測する前の粒子は複数の可能な状態の重ね合わせにあり、観測することで特定の状態が実在化します。この過程は、私たちの意識による現実の認識過程と不思議な類似性を持っています。両者とも、潜在的な可能性から特定の現実を選び出す過程として理解することができます。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。